おはようございます。さあ、それでは右側のどっから行くのがいいかな。どっからっていうか、もうロッカーをつけんと悪いんか。ロッカーをつけないと何も始まらないのかな。そうでな、これをつけんと後のが何もつけれんもんな。あ、とりあえずこのつっかえ棒を4箇所入れよう。そっからスタートや。ロッカーより先にこっちの後ろ作らんと悪いんや。タイヤハウスのインナーを作ってからやな。そうした方がいいわ。先にここの終焉を作ろう。さあ、またアングルが怪しかったので事後報告ですが、インナーがいい感じにできました。これでこの人が、そうか、この人やけど前と後ろはどうせ形が違うんやな。とりあえずこの人がいい感じにここにポチッと来て、血の重なりを考えてまた作らんとあれんか。こん前あっちしたばっかりやけどどうしたか忘れたな。とりあえずクォーターの中は鉄板があんまり重ならないように作って、どうにかしよう。どうやって作ったかな。さあ、右のドアは中古のドアがつきまして、わりかし程度は良い。突っ張り棒を入れて、これをベースにこの人の位置を出して前と後ろを作るか。そうしたような気がするんだな、左も。んで、ここのクォーターとのオフセットのところの位置を出して後ろを作る。あ、その前に突っ張り棒入れていこう。
さあフランケンで作りました。前の丸っこいとこもまあいいんじゃないか。フェンダーがつくナットも新設されましていい感じかな。後ろはまた重なりがあまりできないように純正とは全く違う形ですが、まあまあかな。そして中もいい感じ。ドアの逃げもありましていいかな。突っ張り棒はまだしとった方がいいな。そしてお次はこちらの人たちからやな。インナーを剥ぎ取ってこの人たちを戻していこう。さあそしてあっという間に着きました。裏の鉄を剥がすのがすげえめんどくさかったですが、なんとなく元の位置についたかな。ドアを閉めた感じもいい感じ。そしてこれでやっとレアメタルと鉄のコラボレーションクォーター前下パネルがピコッとつけれる。アーチの終わりの感じも多分これぐらいでいいと思うんだけどな。いい感じにつけれそうな気がする。ここがついたらトランクはそんなにどうやったかな。とりあえずボンネットと両フェンダーをつけてフェンダーの一番腐ったところにいけるな。